こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は世界遺産に認定されている高野山に行ってみたいと思います。和歌山県の山奥にあるので、今回は車で行ってみたいと思います。まず私たちは大門に向かいました。この大門はあの世とこの世の境目に立つ門とされていて、高野山の結界の要でした。高さ 25.1 メートル、横幅 21.4 メートル、奥行き10メートルあり、大門の両足に構える金剛力士像は日本で2番目に大きいとされています。ちなみに一番大きいのは奈良東大寺南大門にある金剛力士像です。現在の大門は1986年に再建されたもので、一番最初に建てられた大門は推定ですが1141年とされています。続いて私たちは金剛峯寺に向かいました。行楽シーズンということもあり、まだ朝の7時台にもかかわらず駐車場はどこもいっぱいになっていました。高野山は標高約1000メートル級の峰に囲まれた三条盆地に広がり、1200年前に弘法大師空海が作り上げた真言密教の聖地です。このお寺の名前は金剛峯寺。金剛峯寺の中には壮大な襖絵が飾られています。また柳の間は文禄4年1595年に豊臣秀次が自害した場所としても有名です。柳の間は秀次自陣の間とも言われ、戦国時代が好きな人たちの関心を集めています。このお寺の名前は金剛峯寺ですが、総本山金剛峯寺とは高野山全体を指します。というのも高野山が一山系大地と称し、高野山全体がお寺という考え方に基づいているためです。今も総本山金剛峯寺という場合、金剛峯寺だけではなく高野山全体を指します。続いて向かったのは一の橋。その道中にはたくさんのお寺が並んでいます。高野山には達中寺院と呼ばれる寺院が117箇所も存在し、そのうち51箇所は宿坊として高野山を訪れる参拝者へ宿を提供しているそうです。またお店もたくさん並んでいて、その中で私たちが気になったのが焼き餅。いろいろな商店で売られている焼き餅は高野山の名物です。私たちが購入したのは創業150年の歴史を持つ二六本舗さんの草焼き餅。食べよう。ある？うん。わあ、美味しそう。美味しそう。わあ、美味しそう。ちょっと一口食べてみて。美味しい。まるたびチャンネル。高野山は和歌山県糸郡高野町高野山に位置しています。高野町は面積の約 95% を山林が占めています。一の橋から奥の院に向かって歩きます。一の橋に着きました。この橋は奥の院への入り口となる橋で、ここから弘法大師空海が今も修行を続けているとされている奥の院の御廟へ進む参道が正式なルートとされています。この一の橋のたもとから御廟までは約2キロあります。この参道は約1800本もの木々に覆われ、20万基を超える墓石群とともに厳粛で神秘的な時間が流れています。ちなみに高野山への納骨の風習は鎌倉時代から始まり、墓石として石造りの五輪塔が登場したのが室町時代末期。現在は
江戸時代初期に建てられた諸大名の御輪塔が墓石群の中核となっています。ここは武田信玄、勝頼のお墓です。武田信玄といえば最強を誇った騎馬隊で有名ですよね。勝頼は信玄の息子で非常に優秀だったようです。ここは天下分け目の関ヶ原で徳川家康と戦った石田三成のお墓です。秀吉が亡くなった後も忠義の心を貫き挙兵したとも伝えられています。なぜ高野山にこれだけ有名な武将の墓石があるかというと、徳川家康が高野山を菩提所と定めたために諸大名がこぞって高野山に墓石を建てたことが大きな要因とのことです。結果、大名家の墓は110基にも及び、その数は全国大名の約 40% を占めるといいます。これから渡る橋は中野橋と呼ばれています。中野橋は正式には長津橋と呼ばれる金の川に架かる橋です。金とは死を意味する隠語であり、金の川は三途の川とされています。つまり中野橋は現世と死の世界の境界線なのです。そう聞くとなぜか渡るのが少し怖くなってきますよね。橋を渡りきったところに姿見の井戸があります。なんでもこの井戸を覗き込んで、もし顔が映らなかったら3年以内に死ぬという言い伝えがあるそうなんです。私たちは全員無事に移りました。この場所は来た人にしかわからない、なんとも神秘的な空間です。高い木々に囲まれて、空気、日光、音、すべてが非日常で心が洗われる感覚があります。あ、お化粧地蔵がいました。いつからかこちらのお地蔵様にお化粧をすると願い事が叶うと言われており、メイクをしていく参拝者が後を絶ちません。そういえば本能寺の変で織田信長を殺害した明智光秀の供養塔もあるのですが、ある日その供養塔が真っ二つに割れたらしいんです。それで新しい供養塔に作り変えたらしいんですが、何度作り変えても真っ二つに割れてしまうそうです。今から豊臣秀吉のお墓に向かいます。豊臣秀吉といえば戦国時代に天下統一を成し遂げた有名な武将です。高野山にあるお墓は豊臣秀吉とその母秀吉の弟である豊臣秀長と夫人など豊臣一族の墓があります。豊臣秀吉は尾張の足軽の子として生まれましたが、織田信長に仕えて頭角を現し、重鎮に上り詰めたことでも有名です。当時の身分制度を考えると考えられないぐらいの出世ですね。その織田信長が明智光秀の謀反により本能寺の変で殺害されると、秀吉はすぐに明智光秀を討ち取り主君の敵を討ったのです。その後は大阪城を建て、朝廷からは関白の称号を受けるなど天下統一に向けて進んでいきました。これが豊臣一族のお墓です。他の武将と比べてもかなり広い場所にあり、立ち入れないように柵もあります。御輪塔の正面には豊臣太閤秀吉公の墓と書かれています。豊臣秀吉は紀州を攻め入った際に高野山への焼き討ちもあり得たようです。続いて織田信長のお墓に向かいます。織田信長は比叡山延暦寺の焼き討ちや高野攻めなど仏教と対立しているイメージが強いので、高野山にお墓があるのが不思議ですね。少し奥にあるので見落とさないように気をつけてください。奥に入ると少し広い場所があり、その奥に織田信長の墓石があります。やはりここを訪れる参拝者の方は多いですね。織田信長や豊臣秀吉のお墓もそうですが、墓石は5つの石を重ねて作られていて御輪塔と言います。御輪塔は真言密教でいう地、水、火、風、空という宇宙を構成する5大要素を表していると言われています。また御輪塔は死者を成仏させ、
極楽浄土へ往生させるのが本来の意味です。五秒橋に着きました。ここからは撮影禁止となります。奥には奥の院があり、その奥に今も弘法大師空海が修行を続けているとされる御廟があります。奥の院をお参りした私たちは、これから参道を戻っていきたいと思います。まるたびチャンネル。歩き疲れた私たちは甘いものを食べて休憩することにしました。寄ったお店は平野清少庵。店内には山椒をメインとした商品がたくさん並んでいます。他にも柚子や一味、七味などが並んでいます。試食もできるので、お気に入りの商品を探して購入することが可能ですよ。これはありがたい。山椒を使った商品がメインのお店ですが、ここのきなこソフトを見つけてしまいました。しかも1日限定50食と言われると食べたくて仕方ない。早速注文します。美味しい？はいはい。ご飯してるな。続いて隣にある上岸屋でまたしても買い食い。この店で気になったのが餅天。焼き餅を天ぷらにしちゃうの？絶対美味しいやん。案の定、ホクホクの衣で包まれた焼き餅って最高でした。最後は壇上伽藍に向かいます。金剛峯寺から壇上伽藍に向かう道は、もみじが非常に綺麗で、木々の緑ともみじの赤と空の青のコントラストが非常に綺麗でした。8来た。8来た。今3歳。壇上伽藍は弘法大師空海が高野山を開山した際、真っ先に取り組んだ場所で、奥の院とともに高野山の二大聖地の一つです。密教思想に基づく曼荼羅の世界観を具現化したものと言われていて、高野山全体の総本堂である金堂や、高野山のシンボルともいえる高さ 48.5 メートルの根本大塔など19もの書堂が立ち並んでいます。この根本大塔の本尊は大日如来。周りには金剛界の私物が取り囲み、16本の柱には16大菩薩、四隅の壁には密教を伝えた八祖像が描かれています。こちらが総本山金剛峯寺の本堂で、金堂と呼ばれています。多くの重要行事はこの金堂にて執り行われています。すぐ奥には根本大塔が見られます。その1、紅葉シーズンは駐車場が混雑します。私たちは朝の7時台に到着しましたが、すでに満車の駐車場がほとんどでしたので、止めたい駐車場がある場合にはかなり早めの到着が必要です。その2、奥の院は撮影禁止です。五秒橋から奥は撮影禁止です。奥の院を含めて撮影したい気持ちはみんな同じですが、ここは真言密教の聖地と理解してルールを守りましょう。その3、中野橋から行くとバリアフリーです。車椅子や足が不自由な方は中野橋から参道に入るとバリアフリーです。でも戦国武将の墓石など見られたい方はぜひ一の橋から歩かれることをお勧めします。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ参考になったという方は高評価、チャンネル登録をお願いします。次回は古都
京都をお伝えする予定です。こちらも歴史情緒あふれるスポットが満載なので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。